皆さんこんにちは、ぶらり鉄旅チャンネルです。ただいま新橋駅地下ホームに来ています。今日はこれから鎌倉、江ノ島の旅をしたいと思います。本来は6月のアジサイの時期に行くのが良いかと思われますが、今日は平日でまだそこまで混んでないだろうという読みで、実際に行って確かめてみよう。ということです。ということで最初に乗るのは横須賀線。グリーン券を手配しています。これに乗ってまずは鎌倉に行きます。ちなみに東京発だとグリーン料金は1000円ですが、新橋発だと750円です。というわけで2階席に着席します。さて、品川を通過して東海道線と分岐します。あと少し山手線と並走した後、大きく左にカーブして新幹線と一緒に南下していきます。正確にはこの辺りの路線を品川と鶴見を結ぶことから、品格線、と呼びます。もともとは貨物線でしたが、今や重要な旅客線の一つとなっております。旅客線になる前、つまり東京と大船を結ぶ線路が東海道線だけだった時代は、東海道線と横須賀線が一つの線路で走っていました。ですが沿線の人口増加に伴い増えた列車の本数を分散させるために、すでにあった貨物線を転用して系統別に分離して走らせよう。という計画を実行しました。そのため横須賀線は川崎を通らずに、少し遠回りをして横浜方面に向かうことになります。そのため所要時間は3分程度増えることになります。武蔵小杉駅手前の多摩川です。ここから先は神奈川県川崎市です。使ったことがある方はご存知だと思いますが、横須賀線の武蔵小杉駅は直線距離にして300メートルほど南武線や東急の駅から離れていて、とても乗り換えに不便な駅です。私は一回そのことをすっかり忘れて、長距離を歩いて乗り換えたことがあります。横須賀線の駅はつい最近の2010年に無理やり改良させたために、このような構造になってしまっています。列車は武蔵小杉に停車。多少の乗車がありました。右カーブをしながら東海道線に合流します。近くには新鶴見信号場があり、貨物列車が減った今でもかなりの数が発着します。実際に目の前には貨物列車が走っていますね。手前の線路は相鉄、JR 直通線に使われています。次は鶴見駅ですが、横須賀線は通過します。向こう側には京急が走っています。京急はよくこの区間で JR と並走しますが、品川横浜間では大して所要時間は変わりません。あっちの方が早そうですが、やはり品川手前の急カーブでロスが大きいのかもしれません。京急も楽しいですが、個人的にはゆったりとした横須賀線グリーン車をおすすめしたいところです。奥に見えるのは、京急の新町検車東神奈川駅のあたりにいます。また京急と並走しています。大抵京急と並走するとあちらの方が先に行ってしまうのですが、今回はどうでしょうか。ちなみに私は今見えている相鉄フレッサインが見えると、もうすぐ横浜という感じがしてきますがどうでしょうか。横浜で降りる人は少ない印象です。やはり東京周辺の地下ホームが遠いので、ほとんどの乗客は全員東海道線に乗るのだと予想しています。右側です。東海道線、根岸線と湘南モノレールはところ変わって間もなく大船というところまで来ています。一応大船から先が正式な横須賀線となっています。ここから先は湘南モノレールと立体交差したり、大船観音が見えたりと、しばらく景色の見どころが続きます。大船駅は横浜市と鎌倉市にまたがっていて、なおかつ東海道線、根岸線、湘南モノレールが集まる重要拠点です。最近スマートホームドアが整備されたんですね。引き続きホームドア設置を続けてほしいものです。
次の駅、北鎌倉駅に着きました。周辺には円覚寺や建長寺など見どころが多く、駅の規模の割に利用客が多いです。紫陽花の時期にはぜひ明月院をおすすめしたいです。駅を出ると間もなく、円覚寺の境内を線路が横切ります。とても不思議な場所ですのでぜひ見ておきたいものです。鎌倉 JO7。ここです。気になった方は航空写真を見てみてください。鉄道唱歌の一節にこのようなものがあります。北は円覚建長寺、南は大仏星月夜、片瀬腰越江ノ島も、ただ半日の道づかし。円覚寺は1282年に幕府8代執権、建長寺は1253年に幕府5代執権によって開かれた、とても歴史のある寺院です。鉄道唱歌は個人的に好きで、とても勉強になる部分が多いです。また、初めて観光する際には予備知識をつけるなどすると、より体験を深めることができるのかなと思っています。鎌倉幕府を思い起こさせる切通しが続きますが、間もなく鎌倉に到着です。鎌倉駅は鶴岡八幡宮の観光に非常に便利です。また、江ノ島電鉄も乗り入れており、今回の旅行でも使う予定です。鎌倉駅に到着しました。これから鶴岡八幡宮に向かいますので、もう少しお付き合いください。観光案内の地図を見つけました。これから鶴岡八幡宮の参道であり、鎌倉市の目抜き通りである若宮大路へ向かいます。八幡宮近道と書かれています。ここは小町通りです。今日は平日にもかかわらずこんなに混んでいて、正直驚いています。これでも空いている方なのでしょうか。かなり混んでいるので、今日は小町通りではない道を行こうと思います。鶴岡八幡宮の参道である、若宮大路までやってきました。小町通りも賑わっていますが、せっかくここに来たならこの参道も見どころです。目の前にはメトロポリタンホテルもありますね。これは二の鳥居と言います。二の鳥居から三の鳥居までの間は道路の中央部分が歩道になっており、実際に歩くことができます。お察しの通りさらに手前側には一の鳥居もありますが、今回は行っていません。明治の初め頃までは二の鳥居から南も段かずらがあったようですが、地震や津波により現存していません。今歩いている段かずらは幅9メートル、高さ45センチメートルで鎌倉時代に作られたものですが、現存しているものは近世になって作り直されたものです。近年は平成の大改修で路面はきれいに舗装され灯籠もきれいになりました。すべての鳥居は1923年の関東大震災で倒壊し、2の鳥居と3の鳥居は鉄筋コンクリートの赤い鳥居に建て替えられましたが、1の鳥居は元のように石造で復元されています。大きい鳩サブレイのお店がありますが、これが本店のようです。明治頃から続く歴史あるお店です。1の鳥居に着きました。ほとんど外国人と修学旅行生ですね。これは太鼓橋と言います。向かって左側の池は平家池。右側は源氏池、と言います。最初は左側にだけ橋がかかっていて、平家を踏み潰す、という意味があったそうですが、真相は不明です。蓮がたくさん植わっていて、夏には花が一面を覆うそうです。大変立派な作りです。旧車格は国兵駐車です。平日にもかかわらずかなりの参拝客がいて、屋台も出ています。これは舞殿と言います。
関東大震災で倒壊した後に再建され、前面の構造物は21世紀に増築されたそうです。源義経公を慕う静御前がここで舞を舞ったのは有名ですね。奥の大石段を登って本宮へ行ってみましょう。石段の左に何やら空き地がありますが、ここは大イチョウがありました。ですが2010年に強風の影響で倒れてしまいましたが、何箇所かに移植されています。ここには二代将軍の次男が三代目実朝の首を狙って隠れて待ち伏せしたという伝説があります。本宮に到着。もっと時間をかけて回りたいところですが、鎌倉駅に戻ります。ところ変わってここは江ノ電鎌倉駅です。近年のダイヤ改正で12分間隔だった列車が14分間隔になり、余計に混雑しています。私は今まで乗ったことがなかったので楽しみです。沿線にはかなり変わった風景を見られるそうです。満員電車になっていましたのでとても動画が撮れる雰囲気ではなかったです。まずは長谷で下車しました。このまま長谷寺に向かいます。拝観料を支払って境内に入りました。眺望散策路が気になりますね。長谷寺は紫陽花が大変有名で、ピークにはとても混んでいるそうですが、幸い今日は空いています。736、天平8年に創建されたと言われています長谷寺は大変歴史があります。観音堂です。中には11面観音立像を安置しています。また主要な建物は海を見晴らすことができる場所に建てられていて、大変景色も良いです。向かって右は阿弥陀堂、左は大黒堂で大黒天像が祀られています。奥に進むと見晴らし台があります。そうそう、下は砂利なんですが足の体重を安定して支える硬い土台があって、かなり歩きやすいです。一面には由比ヶ浜方面の海が広がる、鎌倉随一の絶景スポットです。奥に続く山々は三浦半島です。リゾート地として海岸は開発されていますね。横須賀線や京急線を使って気軽に行くことができます。踏切の音やジョイント音が聞こえてくるのがとても良い雰囲気を醸し出しています。正面には釈迦如来座像がありますが、ここで鯉がいる池を発見しました。金色や銀色の鯉もいるそうですが、どうでしょうか。周りはインバウンドの観光客で大変賑わっています。やはり錦鯉は人気のようです。胸像は人が多く映せませんでしたが、中には回転式の書家がありました。決まった日に回すことができ、一回転させると得が得られるとのことです。また、建物内部にはマニ車と呼ばれる毎日回すことのできる道具もあります。眺望散策路入り口。ここでは平成初頭にアジサイを栽培したのをきっかけに、現在ではたくさんのアジサイを見ることができます。また、散策路から見える由比ヶ浜の景色は壮観です。これ目当てにここに来る人も少なくないようです。6月のアジサイの時期にはアジサイ路として観光名所となるようです。咲き出しているアジサイを発見しました。アジサイといえば全体が花びらで埋め尽くされているのを想像しがちですが、このように周りが額のように咲いている種類もあり、額アジサイと言います。さあ、絶景ポイントまでやってきました。どうでしょう。右手には海が広がっています。木に隠れて見えていませんが、左手が鎌倉駅と中心街。奥の山々は逗子や葉山地区の街並みが見えていますね。あの地域はどうしても鉄道では行きにくいので紹介しにくいエリアでもあります。まだ5月も後半に入ったばかりですが、海岸も賑わっています。ちょうど踏切が閉まったようです。江ノ島電鉄も大繁盛。14分間隔になった影響もありそうですね。
この鐘は新しいものですが、以前に釣られていたものは1264年に作られた大変古いものだったようです。戦時中の金属回収令を回避し、現在ではミュージアムに保存展示されているそうです。花菖蒲も綺麗に開花していましたので、写真を紹介。それでは長谷寺を離れ、次のスポットに向かおうと思います。長谷寺から一駅、極楽寺駅に来ました。初めて来たんですが、ここ気に入りました。この郵便ポストと古めかしい駅舎がマッチしていてとても良い雰囲気だと思いました。では駅名にもある極楽寺に向かおうと思います。こんな場所を発見しました。江ノ島電鉄は明治時代に開通した大変古い路線で、これは1世紀を超えるレンガ積みのトンネルでとてもかっこいいです。なんとすべて手で掘削されたようで、関東大震災でも崩れないほど頑丈にできています。極楽堂と書かれています。きっと有名な人が書いたのでしょうが、勉強不足でわかりませんでした。ぜひコメントで教えてください。これが極楽寺です。アジサイもたくさん植えられているそうです。中は大変静かでよかったですよ。さて、江ノ電に乗って腰越駅まで来ました。ここから道路との併用軌道に入り路面電車として走ります。この駅は道路と踏切に挟まれている影響でホームの長さを確保できず、一番後ろのドアは開きません。すごい狭さですよね。遮断機もないですが道路を横断します。個人的に警笛を鳴らしまくりで車と戦う電車の動画が強く印象に残っていて、車も電車もお互い大変なのだなぁと感じたものです。電車はゆったりとしたスピードで走行していますが、緊張感を運転席からひしひしと感じます。究極線を曲がると江ノ島駅です。踏切の音が鳴ってますが、正式には踏切ではないようで、路面電車か鉄道か、踏切かそうでないのかの議論がたびたび起こります。動画ではよく見る場所ですが、初めて来ました。近くには江ノ電社員の手作りの気の利いた通過時刻表がありました。やってきたのは20型電車。レトロ調ですが比較的新しい電車で、凝った作りになっています。改めて見てもかなり険しいカーブということができます。さて、これから本格的に江ノ島へ向かおうと思います。江ノ島弁天橋にやってきました。調べるまで知らなかったのですが、江ノ島大橋は自動車専用で橋の名前が違うようです。参道は混雑していますが、これでも休日よりは空いています。江ノ島は基本的には下から上へ向かって登っていくことになるので、足腰の弱い方には少し不安かもしれません。参道です。圧縮効果で混雑してるように見えますが実際はそうでもないです。なんとリスを発見。江ノ島には台湾リスが生息しているそうですのできっとそれでしょう。昔江ノ島の植物園で飼育していたものが脱走して、ここに住み着いたようです。周りには人だかりができていました。江ノ島神社に到着。かなり登りましたがまだまだ上があります。なんと便利なことに頂上へ行くエスカレーターがあります。頂上までエスカレーターを3回乗り継ぎますが、料金は片道360円と意外と手頃です。階段を使うか迷いましたが、乗ることにしました。このエスカレーターは上りだけで下りは階段ですので、体力を温存しましょう。こんな景色の見える場所を発見しました。
いい景色ですよね。山二つというとても険しい崖です。海の浸食によって岩肌が崩落してできたと言われています。この石鳥居は吾妻鏡によると源頼朝が寄進したものだそうです。吾妻鏡といえば高校古典を思い出します。中の人はかなり苦手でしたが、干潮時には浜から江ノ島まで歩いて渡ったという記録もあるそうです。島の中には3つの海屋があるので、それらを巡るだけでも楽しい旅になりそうです。江ノ島の先端、稚児ヶ淵に来ました。江ノ島はこの通りぐるっと一周することはできませんので、ここからは来た道を戻ることになります。ここ稚児ヶ淵は稚児白菊がここに投進したことに由来していて、実際にかなり危険な部分や滑りやすいところがあるので、注意が必要です。こんな素晴らしい景色をたった360円で見ることができるというのは、素晴らしいことです。あえて平日を狙ったり、時間をずらしたりすれば快適に旅行できます。さて、江ノ島の山を降りてくるとこんなものを発見しました。レンタサイクルで片瀬江ノ島駅へ向かおうと思います。なんとほとんどが電動アシスト自転車です。疲れた体には助かります。小田急電鉄の片瀬江ノ島駅にやってきました。これから新宿へ帰ろうと思います。せっかくなので今回はロマンスカーの特急券を用意しています。オンラインで予約しましたので切符は見せられませんが、江ノ島号を予約しました。今日は金曜日、平日ですがなんとロマンスカーは3本しか運転されていません。やはり平日の観光需要は低いのでしょうか？上りは17時台しかなかったのでもうちょっと増便してほしいものです。これから江ノ島2号に乗ります。エクセアルファで運転されるようです。昔、小さかった頃親にリニューアル前のエクセに乗せてもらったことがあるので、なんだか懐かしい気分です。さあ、音も立てず静かに入線してきました。よく見ると無機質で金属感があるカラーリングでかっこいいですよね。予約した時はガラガラで、実際今も並んでる人は多くないですが、隣のホームの普通列車はかなりの混雑でしたので、やはり日頃の通勤通学需要が大半なのかなと思っています。こんな素晴らしい特急があるのだからもっと乗ればいいのにとは思いますが、座席が回転しましたがまだ扉は開かないようです。江ノ島号は途中の藤沢で前後が入れ替わるので、片瀬江ノ島駅からしばらくは進行方向と逆に座ることになります。連結部です。エクセは6両と4両で連結していて、昔は相模大野で分割して、片瀬江ノ島行きは6両のみだった気がしましたが、今回は10両で運転するみたいです。まさかの誰もいません。この車両はデビューから30年が経とうとしていますが、近年大幅にリニューアルされましたので、大変綺麗な内装です。なんと窓側にはコンセントもあります。昔は茶色いシートに暗い照明といった感じでしたが、随分イメージが変わりましたね。この車両は展望席がありませんが、シートの厚みは一番あると思います。リクライニングは少ししか倒れませんが、それでも十分な快適さ。コンセントもあってビジネス特急としても活躍できそうです。今回インターネットで予約しましたが、窓枠の位置が表示されていて、景色を眺めるには窓枠がない席を選んだ方がいいと思います。江ノ島2号新宿行きです。停車駅は藤沢、大和、相模大野、新百合ヶ丘、新宿です。なんと全部の列車が止まりそうに感じる町田には止まらないんですね。後で調べたんですが、意外と止まらない列車も多いみたいです。今逆向きに走っていますが、藤沢で元に戻ります。これは藤沢の駅が行き止まりになっているからですね。このように片瀬江ノ島方面からスイッチバックする形になります。
藤沢からは結構な人が乗ってきました。多くの人はスーツ姿で、やはり平日のこの時間帯だとビジネス利用が多いようですね。観光で使う方はやはり展望席がある GSE に集中するようです。多分エクセは一番人気がないですから。ゆっくり走り出しました。次は大和に止まります。左手に分岐していく線路はさっき私たちが通ってきた線路ですね。この駅からそのまま江ノ島方面に行くとすでにあった江ノ島電鉄線と完全に並行してしまうため、それを避けるようにと鉄道省からの通達があったがためにこのようになったとされています。さてこの時間に特急ロマンスカーについて紹介します。今乗っているのは江ノ島号ですが、地下鉄に直通するメトロ江ノ島号や、箱根方面に向かう箱根号など多種多様な特急が走っています。今回かかった特急料金は700円です。意外と安いですよね。近距離間の移動でも便利に使えそうです。立体交差した線路は東海道本線で、向こうが神戸方面です。藤沢まで東海道本線でも行くことができますが、個人的には新宿からロマンスカーか、千代田線からメトロ江ノ島号などを使うことをお勧めしたいです。ここは大野総合車両所。小田急の車両基地です。この土地では手狭なようで、近い将来伊勢原市に移転することが決定しています。何か珍しい車両がいないか探していますがそれらしいものは見当たりませんでした。今立体交差しているのは小田原線でこの先箱根湯本まで繋がる小田急のメインルートです。映像とは関係ないですが少し先に海老名駅があって、そこにはロマンスカーミュージアムがあります。ロマンスカーは日本の鉄道の進化に大きく役立ってきた特急で、鉄道にあまり興味がない人でも楽しめると思います。相模大野駅に近づいてきましたがかなり都会的ですね。前に相模大野の日高屋に行ったことがありますが、本線と江ノ島線を間違えそうになった記憶があります。相模大野を出て、次の駅は町田です。町田は小田急沿線ではトップクラスに大きい町だと思いますが、この特急は通過するんですね。ご存知だと思いますが、町田はギリギリ東京都でもうすぐ県境の川が見えます。これは、境川、という名前がついています。いくらなんでも安直すぎるような、かつては激しく蛇行していて洪水も引き起こすような川だったそうですが、現在では工事のおかげで起きていません。現在町田駅を通過中です。駅を使った印象は、狭い、古いという感じで、昔ながらの百貨店と一体になった駅構造でもうちょっとわかりやすくしてほしいなと思うところです。ここからはなんとなく大学が多いイメージ。新百合ヶ丘までの区間には小田急の都内区間で唯一のトンネルがあるはずです。また、もうしばらくすると建設中のリニア中央新幹線トンネルと交差します。この途中から乗ってきた客への言い回しが丁寧でいいですよね。この先上りとからは小田急名物の複々線区間になります。内側の線路が特急などが走る線路、外側は各駅停車などが使う線路と分けられます。小田急では目玉のプロジェクトで構想から半世紀近くを経てようやく実現しようとしているところです。次は終点新宿ですが、ここから先は比較的速いスピードで駆け抜けます。向こうが丘遊園駅を通過中です。かつてはモノレールがあったそうですが現在は廃止されています。今外側線を走るメトロ1万6000系を追い抜いていますね。小田急はとてもたくさんの電車が走っていて、ここまでの区間では前の電車に追いついて、いまいち速度を出せない場面が続きましたが、ここからラストスパート、
特急らしく速いスピードで走ります。上りと駅を通過中ですがまた電車を追い抜いています。南武線は乗り換えです。駅を出るとすぐに多摩川が見えます。ここからは神奈川県から東京都狛江市に入ります。実は小田急線内では東京都と神奈川県を行き来する場面が多いのです。しばらく高速走行が続きます。今追い抜いているのは青色のロマンスカー MSE です。この特急は唯一地下鉄千代田線に直通できるのでメトロ江ノ島号などで運用されます。なんと千代田線の北千住や大手町からもロマンスカーに乗ることができ、地下鉄線を特急で通過していく不思議な光景を楽しめます。ですが、知名度は今一つな感じがします。私も乗ったことがないのでいずれ乗るつもりです。さっきの高架線は、小田急の車両基地である北見検釈に続く線路です。引退したかつて一番人気の特急 VSE がここで保存されているようです。2階建ての真っ白なロマンスカーです。代々木八幡まで来ました。ここで地下鉄千代田線と分岐して新宿に向かいます。かなりの急カーブで代々木公園をかすめながら北に向きを変えます。この辺りにブルガリア大使館があります。意外とレトロな建物です。では新宿到着まで飛ばします。無事に新宿に到着しました。お手軽江ノ島の旅、ぜひやってみてくださいね。ご視聴ありがとうございました。